こんにちは。この解説へようこそ。さて今日は AI って本当は自分のことをどこまで知ってるのっていう、みんなが気になってる疑問、いわゆる AI のブラックボックスの謎に迫っていこうと思います。さて皆さん、こんなこと考えたことありませんか？自分が使っているこの AI、もしかしてパソコンの中身全部見ちゃってるんじゃないのって。多くの人がね、こういう不安を抱えてると思うんですけど、今日はその正体をはっきりさせていきましょそうなんですよね。AI がまるでデジタルなスパイみたいに僕たちの情報をこっそり集めてるんじゃないかっていう心配。この解説ではその神話と現実をもうバシッと分けて何が本当なのかを解き明かしていきます。じゃあ早速見ていきましょうか。う。はい、というわけで、まず最初の大きな懸念。それがこの AI スパイ説です。AI が私たちのデバイスをもう自由自在に操れるんじゃないかっていう考え方なんですけど、果たして本当にそうなんですかね？ここでですね、絶対に理解しておきたい一番大事なコンセプトがあるんです。それがこの AI サンドボックス。これ、なんていうか AI が作業するための完全に隔離された安全なデジタルな部屋みたいなものだと考えてください。この部屋の中からはあなたのデバイスの他の部分とか外の世界にはもう一切アクセスできない、そういう仕組みになってるんですね。さて、このスライドすごく面白いですよね。AI が会話を覚えてるって感じるのは一体なぜなのか。その秘密が左側のチャット内コンテキストなんです。例えばあなたが東京でおすすめのラーメン屋はって聞きますよね。その後にじゃあそこへの行き方はって続けて質問できる。これは AI が直前の会話を一時的に覚えてるからなんですよ。でもここがポイントです。これはあくまでその会話の中だけのすごく短期的な記憶で、チャットを閉じたらきれいさっぱり消えちゃうんです。AI には右側にあるようなあなたっていう個人をずっと記憶しておく能力はない。この違いめちゃくちゃ重要です。ここはもうはっきりさせておきましょう。AI はあなたのパソコンに入っているハードドライブとか SSD、そういったファイルにアクセスする権限をそもそも持っていません。AI が見ることができるのはチャット画面に入力された情報、ただそれだけなんです。それが AI の見える世界のすべてってことですね。それからもう一つ。AI はさっき話したサンドボックスっていう安全な箱から外に出ることは絶対にできません。これはセッション境界制御っていう仕組みのおかげで外部のネットワークとかパソコンを動かしている OS そのものにアクセスできないようにちゃんと設計されてるからなんですね。つまり、ここでの重要なポイントっていうのは、チャットを閉じるとそのセッションで使われた一時的なデータはもう全部消えちゃうってことなんです。AI は前回のあなたについての情報を一切持っていません。だから毎回が初めましての状態。そう考えると分かりやすいですよね。はい、じゃあ次に進みましょうか。2つ目の神話。これはパーソナルブレイン説です。どういうことかっていうと、あなたとの会話の一つ一つが AI をトレーニングして、AI がまるであなた専用の頭脳みたいになっていくっていうそういう考え方ですね。この表を見ると、その疑問への答えがもう一目瞭然ですね。実は、プランによってデータの扱いって全然違うんですよ。個人プランだと会話データが学習に使われることがあるんですけど、これは設定でオフにできます。ご安心ください。一方で、企業向けのエンタープライズプランとかだと、もうデフォルトで学習には使われないことになってるんです。AI が賢くなるって言っても、実はこれ2つの意味があるんです。一つは、モデル全体の性能を上げるための、一般的な改善ですね。もう一つが、特定のデータを使った学習。AI があなたとの会話から勝手に学習してどんどん賢くなるっていうわけじゃなくて、この再訓練っていうのは人間のエンジニアがちゃんと管理して行う全く別のプロセスなんですね。なるほど。と。でも、いい質問ですよね。じゃあ、チャット以外の情報、例えば、ブラウザの閲覧履歴とか、アップロードしたファイルってどうなってるのって。これも確かに気になるところです。はい、これに対する答えもはっきりしています。AI はあなたのブラウザのクッキーとか閲覧履歴を見ることはできません。なぜなら、それらの情報ってブラウザの領域にあって AI にはそもそもアクセスする権限が与えられてないからなんです。
ファイルをアップロードした場合も基本は同じです。ファイルはサーバー上で安全に暗号化されて、処理が終わったらその後すぐに削除されます。あなたの許可なく、そのファイルが勝手に再利用されるなんてことは絶対にありません。さて、いよいよ最後の神話です。それがオープンドア説。AI を使うことってなんだかハッカーとかセキュリティの脅威に対して家の裏口を全開にしてるようなものなんじゃないかっていうそういう恐怖感ですね。ちょっとこのリスト見てみてください。これらは AI がその設計上、構造的にできないことの一覧なんです。ローカルファイルを開いたり、許可なくカメラを起動したり、ネットワーク攻撃を仕掛けたり、そんなことは絶対に不可能です。AI はあくまで与えられた箱の中でしか動けない、そういう存在なんですね。さらに付け加えておくと、あなたと AI サーバーとの間のやり取りはすべて TLS っていう、標準的な暗号化技術でしっかり守られています。なので通信の途中で誰かに覗き見されるなんて心配もいりません。さて、ここまでで AI にまつわるいろいろな神話を解き明かしてきました。じゃあここからはちょっと視点を変えて、僕たちユーザーが AI を安全に、そして賢く使うための具体的な実践アドバイスに移っていきたいと思います。皆さんに覚えておいてほしいのは、このシンプルな3つのステップです。まず1つ目、自分が使っているツールの設定をちゃんと知ること。2つ目、仕事とプライベートは分ける。特に機密データを扱うなら、それに合ったプランを選ぶこと。そして最後、3つ目、チャットに入力する前に一瞬考える。この情報は誰に見られても大丈夫かなって。そういう意識が大事です。結局のところ、恐怖っていうのは知らないことから生まれるんですよね。AI っていうテクノロジーが一体何ができて何ができないのか。これを正しく理解すること。それこそがどんなセキュリティソフトよりも強力な最高のセキュリティ対策になるんだと思います。そして、この解説のすべてをまとめると、この力強い一言につきます。覗かない、盗まない、混ざらない。どうですか？この原則を理解すれば AI はもう恐ろしいスパイなんかじゃなくて、私たちの能力をぐっと広げてくれる頼もしいパートナーになるはずです。今日のこの話がその理解の助けに少しでもなれば嬉しいです。